皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の言論弾圧について取り上げようと思います。中国の経済が大きな問題を抱えていることはこれまでも何回か取り上げてきました。不良債権がかなりの額であり、それらが時限爆弾のようにして中国経済の先行きに暗い影を落としている。そうした状況についてこれまで何回か取り上げてきたわけですが、そうした指摘をすることそれ自体が中国においては違法行為となるかもしれません。中国の言論弾圧もいよいよ経済面についてもまともな意見を言えなくなるのかという段階に入ってきました。それでは中国でどのようなことを話すと問題化するのか見ていきましょう。中国、経済への批判的論評なども処罰の可能性を示唆。国家安全省。中国で景気の先行きが不透明となる中、スパイの取り締まりなどを行う国家安全省は、中国経済を貶めるための常套句が後を絶たないとして、中国経済に対する批判的な論評なども違法行為として処罰する可能性を示唆しました。中国の国家安全省は、SNS で経済安全保障分野での違法行為の取り締まりを強化する方針を明らかにしました。この中では中国経済を貶める様々な常套句が後を絶たない。その本質は中国衰退という虚偽の言説を作り上げ、中国の特色ある社会主義体制を攻撃し続けることにあるとして、中国経済についての批判的な論評なども違法行為として処罰する可能性を示唆しました。不動産市場の低迷などを背景に、景気の先行きが不透明となる中、国内外で示されている中国経済に対する厳しい見方に神経を尖らせているものとみられます。経済情勢の捉え方についても取り締まりの対象となる恐れが表面化した形で、メディアやネット上の言論などへの締め付けがさらに強まるのではないかとの懸念が広がっています。中国国内での経済に対する分析はあくまでも政府批判のために行われているものではなく、あくまでも経済活動の一環として行われています。しかし、先行きが非常に悪いなという問題については、本来であれば直視すべきことであり、弾圧すべきものではありません。ただ、中国としては聞きたくないような言葉といったものもたくさんあるのでしょう。例えばこんな記事。ここはヘルチャイナだ。荒れ狂う怒りの声。4年間給与未払い。数千人規模のスト。完成未払い撲滅キャンペーン。中国で今起きている成長神話崩壊現場。中国で賃金未払いに抗議する労働者のデモやストライキが多発している。もう生活できないとの怒りや絶望の声が全土に広がり、習近平政権も危機感を強めているという。最低限の生活すら送れなくなった労働者が日々大量に生まれているヘルチャイナの実情とは。11月後半、厚生省吉安市にある部品製造メーカーで従業員が一斉に集団ストライキを実施した。ストに参加した従業員は数千人規模に達し、彼らは口々に給与の未払いが長期にわたり、住宅や車のローンを払えない。すぐにも別の生計手段を探す状況に追い込まれているなどと訴えています。実はこうしたケースは氷山の一角に過ぎず、中国では今週以降、工場の操業停止や閉鎖が相次ぎ、その煽りを食った労働者が大量発生、彼らによるデモや抗議が急増しています。デモは農民工と呼ばれる地方からの出稼ぎ労働者が主体だが、最近では病院勤務の看護師やバス運転手などにもストの波が広がっているという。今年5月には教師34人が毎日12時間働いているのに4年近くも給与が払われていないとしてハンガーストライキに打って出たことが現地メディアで報じられた。この教師というのはおそらくは公務員なのでしょう。公務員という立場から一度辞めてしまえば戻れないと考えて給料が払われていないにもかかわらず仕事をし続けたのでしょう。おそらくこの間の生活費は貯蓄を切り崩すだけではなく親類縁者からの借金などもしていることでしょう。香港の NPO によると今年1月から5月までに中国で起きたストライキは2016年以降で最多に上るとされますが、中国メディアがストを報じることは稀で、また公安当局がすぐに鎮圧するため実数は不明な部分が多い。それでも小規模な抗議集会なども含めれば今年に入って数千件単位でストやデモが起きているとされます。スト頻発の背景にあるのが中国を覆う景気悪化だ。GDP の約4分の1を占め、これまで内需を牽引してきた不動産バブルの崩壊に加え、輸出が振るわないことも大きく影響しているという。世界の工場として成長してきた中国は、輸出への依存度が高かった分、コロナ禍以降の世界的な需要低迷の影響が国内の製造業を直撃。今年10月の輸出も
前年比でマイナス 6.4% と減少傾向が続き、受注減の対応に追われる工場やメーカーが増えています。なんとか延命を図ろうと、労働者を突然クビにしたり、給与の未払いを続ける企業も続出。その最大のターゲットとなっているのが出稼ぎ労働者たちという。彼ら農民工は SNS 上でストの様子や2年近く賃金が払われていないなどの窮状を訴えているが、中国当局の検閲によって投稿されてもすぐ削除される状況にあるという。ストやデモの動画が拡散して呼応する動きが出てくれば社会不安の目となりかねないため、削除してなかったことにするのは中国当局の常套手段。しかし夏以降、削除してもすぐ新たなストや抗議の動画が上げられるいたちごっこが繰り返されている。民間企業でも給料の未払いやそれに伴う労働者たちのストといったものも頻発しているという話があります。そして、経済全体に低迷感が広がると、新しく社員を入れることにも多くの企業が背を向けることとなります。仕事がない中国の若者就職難、政府は大学や企業に対応を求める。中国で来年夏に大学や大学院を卒業修了する学生が過去最多となる見込みです。中国政府は卒業生の就職に大学が責任を負うことや、中小企業に対し雇用を増やすように求める通知を出しました。中国教育省は2024年度の大学や大学院の卒業生が過去最多の1179万人になるとの見通しを示しました。教育省の通知には新卒者の雇用について大学側が責任主体で卒業生の就職が最重要事項だと大学側の責任を強調する内容が新たに追加されました。また、中小企業はより多くの雇用を作り出すよう指示すると、企業側に対しても積極的な雇用を求めています。若者が就職難に陥っている中国では、2021年から就職率の発表が取りやめになり、16歳から24歳の失業率も6月に発表された 21.3% という数字を最後に当局からの発表がなくなっています。中国の民間会社の調査では、2022年の新卒者について、理学系の就職率は 29.5%、文系は 12.4% というデータも発表されています。経済全体という大まかな形で言えば、中国経済は今停滞しています。そして、細かく見ていけば、例えば不動産問題が非常に大きくなっていて、それに伴う不良債権も大量ですよということはこれまでお伝えしてきました。そして不動産業界の停滞といったものは決してそれだけにはとどまらず、関連産業や雇用されている人々の間でお金が回らなくなるし、仕事が減れば倒産する会社もあれば、労働者を首切りしていくような会社も当然あります。中国においてはそのような後ろ向きの出来事については、報道それ自体について当局が検閲をしていくし、一人一人の労働者がこんな問題があるという窮状を訴えたとしても、それらについてすぐに削除したり本人に対する圧力が加えられるといった事態が発生しています。しかし問題が発生していること、それ自体を隠したとしても問題があることは間違いないわけなので、まともに向き合うべきことです。問題に蓋さえしていれば何とかなるという考え方は事態を改善させないでしょう。また、この記事の中ではヘルチャイナといった言葉が出てきますが、同じくヘルコリアといったこともあります。韓国における若者の失業率が非常に高く、それに伴って多くの若者が未来に希望を持てないといった、そのような暗いことを示している言葉なのですが、ヘルチャイナ、中国の若者の方がより状況としては悲惨だというような指摘が行われています。中国当局が公式なデータとして若年失業率を発表しなくなったというのも言い訳としては、これまでのデータの取り方と変わってしまったがために連続的なデータとしては使えなくなったということを一応言っています。それならそれで新しい手法に基づいて現在の若年失業率は何%でしたよということは淡々と発表すればよいのですが、そのようなことも行っていません。中国国内の経済問題について調べている教授の中には、実質的には現在の若年失業率はすでに 30% を超えていると発言する人もいて、インターネット上に記事が出たんだけれども、やはりこれも検閲によってすぐさま記事は削除されたという話があります。実際のところどれだけ中国経済が悪化しているかについては、当局の発表しているデータも信用できないといった問題がありますから、私たちの目に見えているのは表面上にある
やばそうだなという雰囲気だけかもしれません。しかし、今回のニュースでもあったように、中国経済に問題がある、中国経済が衰退するといったことなどを指摘すると、それが犯罪行為に当たるかもしれないというのは、あまりにもやりすぎというものです。中国がまさにそのような痛いところを突かれるような話をされたくないというのも、今の状況が非常に深刻なことを示しているのかなと私は思います。そして中国共産党の経済政策が、現在の巨大な不良債権問題について真っ向から取り組むようなことをしなければ、おそらく今後も中国経済には衰退の2文字が必ず突きつけられることだと私は思います。ちなみに余談なのですが、日本においても経済問題といったものは当然ありますが、ヘルコリア、ヘルチャイナと呼ばれるのに比べれば、まだまだ日本の方が状況は良いです。日本には日本で少子高齢化の影響で社会保険料がぐんぐんと上がってしまい、手取り収入が全然上がらないじゃないかといった問題も多くの若者たちに重くのしかかり、手取り収入が上がらないという問題は結婚考えることもちょっと難しいというような別の問題をさらに引き起こしています。ですから、ヘルコリア、ヘルチャイナといった若者たちが困難に陥っているのと同様に、日本はそこまでではないんだけれども、しかし若者たちの生活を支えるような環境整備といったものは行わなければならないでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していって、そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。